今回はスパイス好きな私が特に毎日のように食べているシナモンについてお伝えしたいと思います。ほぼ毎朝ヨーグルトに混ぜて食べていて、これが一番手軽な取り方かと思いますが、それ以外の普段のシナモンの取り入れ方をシナモンの効果のお話とともにお伝えします。レシピも最後にお見せしますので、どうぞご覧ください。ではまず少しだけシナモンの健康への効果と注意点について簡単に整理してみたいと思います。あくまでも個人的な見解としてお聞きください。シナモンには強力な抗酸化作用があって、ポリフェノールがたくさん含まれています。それにより老化や生活習慣病を引き起こす活性酸素を体から取り除いてくれます。そして健康や美容にも直結する毛細血管の修復です。血流が良くなれば手足の冷えの解消にもつながりますね。最後にインスリンをサポートして血糖値の急上昇を抑えてくれるという働きもあります。インスリンが唯一ホルモンの中で血糖値を下げてくれるのだそうです。ただご覧のように一言でシナモンといってもカシアとセイロンシナモンという別の種類に分類できて、カシアの方が肝臓に負担をかける成分がセイロンシナモンより多いようです。でも一般にスーパーなどのスパイスコーナーで売られているシナモンの大半はカシア種であるのが実情かと思います。栽培の産地による品種でスリランカ産であればセイロンシナモン、それ以外はカシア種という理解で大丈夫かと思います。ちなみに家にストックしていたシナモンスティックはセイロンシナモンでした。いずれにしても食べ過ぎには注意しましょう。ではまずはよく作っているシナモン入りドライカレーを実際に作ってみます。はじめに温めたお鍋にオリーブオイルを入れて、牛肉と豚肉の合いびき肉を炒めます。私は 500g ぐらい使っています。一度に食べなくても少し多めに作るのが好きです。こうやってお肉だけで炒めてしばらく色が変わるまで炒め続けます。そしてニンニクと生姜のチューブを加えます。本当は生のニンニクと生姜のみじん切りが理想なんですけれども、時間がない時は便利なのでこのチューブ入りを使って重宝しています。で馴染んだらその後みじん切り粗みじんですねにした人参を加えます。分量はもうしっかりした大きさの人参の3分の2くらいかなと思います。でこの人参も洗った人参は皮を剥かずに使っていて、普段から人参とか大根とかカブなんかはもう皮はほとんど、必要な時以外は剥いてないですね。そして次にセロリも小さめに切って加えます。セロリのような強い香りが強い野菜はドライカレーに合うと思います。それからしめじを半分に切ったものも加えます。特にしめじでなくてもマッシュルームとかエリンギとか、その時冷蔵庫の中にあるもので使っています。それからナスを小さめに切ったものも加えます。ナスを加えることで加熱されると少しぽったりした感じで全体の材料をうまくまとめてくれるように感じますね。でこうやって少し炒めてから蓋をして10分ぐらい弱火で加熱し続けます。そこから味付けですね。まずはカレー粉です。大さじ今回入れたの3倍ぐらいですかね。もうだいたい本当にいつもアバウトです。そしてシナモンです。これも本当になんか気分によってなんですけど、この時はティースプーンで3倍ぐらい入れました。そしてこうやってしばらく、炒めながらなじませます。
しばらく馴染んでから顆粒のコンソメを軽く小さじ2杯くらい入れました。この時は。そしてもう少しコクを足すためにケチャップとウスターソースをそれぞれ大さじ1杯くらい加えています。そして全体をかき混ぜてなじませてから、あとローリエですね。ローリエをこの時は2枚入れました。それから、私はドライカレーっていうと必ずレーズンを入れる派です。レーズンが好きなので最後こうやってレーズンをもう適当ですが3倍、手のひら3倍ぐらい入れました。そして最後は、塩とあと胡椒を入れて、味付けとしてはこれで終わりです。味付けが終わったら10分ぐらい時々かき混ぜながら蓋をして加熱します。でこれが約10分ぐらい経った状態です。もう全体が味も、馴染んでとっても美味しくできたかと思います。ではちょっとここでシナモンのミニメモです。すでに人間は紀元前2000年にはシナモンを扱っていたそうです。古代エジプトでは防腐剤の役目も果たしてたそうなんですよ。日本には奈良時代に伝わってきて、樹皮や根の部分を日記と呼ぶようになり、あの有名な京都の八つ橋も江戸時代の終わりに作られるようになりました。ちなみにスペインでもシナモンは多くお菓子に使われていますが、これは8世紀以降のイスラム文化の影響で定着していったという歴史があります。では再び普段使いのシナモンの風景です。我が家では週に 2,3 回のペースでホームベーカリーでパンを作っていますが、普段はプレーンがもう多いですね。でもたまにくるみとかシナモンを入れるとかなり美味しくアレンジ食パンができます。で今回はシナモンとココアパウダーを合わせて 20g ぐらい入れて作ってみました。で出来上がりはココアが入っているのでこういう感じです。で冷めてからちょっと中を切ってみます。で香りもね、もうシナモンが入っているおかげでとってももう部屋中が甘い香りに包まれるんですよね。そして最後は普段着おやつという感じの人参とバナナを使ったおやつケーキです。こちらはレシピを最後にお伝えしますね。まずは粉薄力粉 200g、 重曹小さじ1と1/2、ベーキングパウダーでもいいかと思います。それからお塩少しですね。これが今ベーキングパウダーじゃなくて重曹使ってるのは重曹です。それからシナモンパウダー、もうこれも目分量なんですけど小さじ2と1/2ぐらいか、でもちょっと今回は小さじ3弱というぐらい使ったかもしれないです。そしてこの合わせた粉類を、あらかじめふるっておきます。ふるった状態がこちらですね。今度はバナナ、今回は、全体の2/3弱ぐらいだったかな、780g かもしれないです。それを潰しておきます。人参は洗ってすでに 100g すりおろしてあります。この人参をすりおろすのがこれを作る中で一番重労働かもしれないです。あとは混ぜ合わせていきます。大きなボウルに卵2個を入れます。そしてそれをほぐしてから、お砂糖 100g を加えるんですけど、私はお砂糖はねきび砂糖を使っています。で 100g で全体的に甘さは控えめです。でこうやって特にコツはないんですけど、ただ、ちゃんと混ぜ合わせますね。こういう風な感じです。でその後、
すりおろしておいた 100g の人参を入れます。それから先ほど潰しておいたバナナのペーストですね、こちらを入れて混ぜます。その後、本当はレモン汁があればいいんですけど、うちレモンなかったので、よく毎日使っているリンゴ酢ですね。リンゴもレモンも仲間なので、果物のなのでいつも、リンゴ酢はよく使ってますね、お菓子作りでも。で今度 150cc のオイルなんですが、これは、今回サラダオイルとエクストラバージンオリーブオイルを合わせて 150cc にしました。でこれ合わせてから、先ほどふるっておいた粉も、ゴムベラに持ち替えて入れます。入れてさっくりと混ぜていきます。最初はちょっと粉っぽくて混ぜにくいかもしれないんですけど、下からこう大きくすくうような感じでざっくり混ぜていくとうまく混ざるんじゃないかなと思います。ぐるぐる混ぜるというよりもさっくり下からすくうという感じですね。で最後に加えるのがローストしたくるみ 50g をちょっともう簡単にザクザクっとちょっと指で割っておいたものを、混ぜて、これでもう終わりです。混ぜるのでこの後、アルミのパウンドケーキ型に流し入れて、これ使い捨てなのですごく便利なんですけど、これに流し入れて、あとは焼くだけです。でオーブンに入れる前にちょっとこうトントンとしておくと中に入っている空気が表に出てくるのでいいんじゃないかと思います。こうやってオーブンに入れて180から190度のオーブンで45から50分焼きます。でこういうふうにぷっくりと、ね、いい感じで焼けました。で竹串で刺してみて生焼けになっていないかもちゃんと確認します。これが出来上がりの図です。で粗熱が取れてからざっくり切ってみました。こんな感じですね。もう普段のおやつという本当に素朴なケーキなんですけど美味しいです。で最後に、レシピを載せておいたので、よかったら作ってみてください。もし必要でしたら一時停止してみてください。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。